こんにちは。今日は1時間ぐらいで作れる本格ハード系のプチパンを作ります。今日はオーブンでもトースターでも焼けるプチパンです。材料はなんと4つだけです。今日のポイントは成形が終わって焼く前の切り込みの入れ方です。こちらをしっかりお伝えしていきますので楽しみにしててください。では早速作っていきますね。はい、今日の材料はこの4つだけです。純強力粉、インスタントドライイースト、お塩、お水です。まずボウルに粉を入れていきます。インスタントドライイースト、お塩です。でここで軽く混ぜてお水を加えていきます。粉がなくなるまで混ぜていきましょう。ハード系のパンって初心者にはいきなり難しそうって見えるんですけれども、ここは普通のパンと同じです。テーブルに出していきます。粉気が残ってますのでもう少しね混ぜ込んでいきます。粉がなくなってきましたら一度生地を丸めて転がしていきましょう。転がしてもらってもいいですし、生地をね両手で持って叩きごねをしていただいてもどちらでも大丈夫です。生地の表面がつるっとなるまで続けていきましょう。生地にだいぶ弾力が出てきました。生地の表面がつるっとしてくればこね上がりです。こうねグルテンを見てもねすごい薄い膜ができるようになりました。このくらいになれば OK です。こねるところのポイントは動画だと伝えきれないのでメルマガにまとめています。でこちらの生地ですね丸めていきます。で一次発酵は室温で30分です。2倍にしようとかしっかり膨らませようとか思わなくて大丈夫です。今日は室温で30分だけ置いておきます。はい、発酵が終わったので分割していきます。今日は 40g と 60g の2種類作っていきます。40g 意外とちっちゃいです。はい、40g が5個と 60g が2個できました。じゃあこちらを丸めていきます。生地の表面を張らせるイメージです。形はあまり気にせずにこう生地の表面がピーンと張るぐらいまでくるくる回してあげるといいですね。はい、今度は 40g の方をやっています。大きさずいぶん違いますよね。はい、生地の外側を内側に入れ込むようなイメージで丸めていきます。はい、それをテーブルの上でやるとこんな感じですね。はい、こちらですね、最終発酵は35度で30分です。途中オーブンとトースターに余熱を入れていきましょう。天板は入れておいた方がいいですね。天板はオーブンの中に入れて余熱をするようにしていきましょう。で室温で発酵させる人はふんわりとねラップをこうかけてあげてください。はい、発酵完
完了しましたので、上に切り込みを入れて焼いていきます。少し打ち粉をしていきましょう。なくてもいいんですけども、打ち粉をしておくとハサミにくっつかないので、初心者の人にはおすすめです。ハサミで切ります。上からまっすぐ切ってあげて、1個ずつ切ってあげてください。2個いっぺんに切ってもいいんだけれども、ここくっついちゃいますので、必ずね1箇所ずつカットしていきましょう。一応ですね、クープナイフでも入れてみますね。今回はクープナイフの入れ方のコツはね、割愛しますので、入れ方をねお見せするだけになってしまいますが、入れ方のコツはメルマガの方でまとめています。4個の方はオーブンで焼いていきます。こちらの3つの方はトースターで焼いていきます。スチームがない場合が多いですので、こうね霧吹きを直接ではなくって上に向かってかけていきます。でこれでトースターに入れていきます。はい、焼き上がりました。こちら側がオーブンで焼いた方です。でこちらがトースターで焼いた方です。すごくね軽い音しますよね。ちょっとトースターの方が音が重くて水分が抜ききれてないかなっていうところがありますが、そんなにね変わらないですよね。はい、仕上がりは多少違いますが、どちらもちゃんとプチパンになっています。オーブンがないから無理と思ってた方もね、トースターでこんな風に焼けますので、ぜひチャレンジしてみてください。今日は短時間で作れる本格ハード系のプチパンを作りました。配合と作り方をお見せしましたが、うまくいく判断、見極めだったり切り方のコツ、失敗しやすいポイントなどはメルマガの方で詳しく解説しています。概要欄から登録できますので、ご興味がある方はぜひ登録してみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。